雑談です。アバランチです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言います。お昼から打ち合わせがありまして、また陣内くんのこの新ネタをね今やってるんですけど、新ネタですね。なかなか僕の作業も追いついていなくて、大変でございますが、もう本当にネタが尽きているというかね、いろいろ考えてはいるんですけども、なかなかね全く新しいのっていうのがねこうできないですね。作り直してはいるんで、今ほぼ新ネタといえば新ネタなんですけど、そんなことをお昼から夕方までやっておりまして、その後そう祖師ヶ谷大倉だったんでね、小田急線で、小田急線なんですけども、あれ綾瀬の方に行っちゃうんで新宿通らないんで、下北で一回降りて、帰りに下北で一回降りて、久しぶりの下北も随分と久しぶりだったんですけど、駅がね変わったというかね、小田急線と京王線とでこうごちゃついてて、地下に小田急線が潜って、随分と駅の周りもやっと様変わりしたのがまだ落ち着いてないですけどね、来てるなーっていうので、ちょっと下北をブラブラしておりまして、なんか飯でも食おうと思って、お腹ペッコペッコだったんで、下北っつったらやっぱカレーだろっつってカレーをね探してたんですけど、なんかピンとくるところがなくて、そしたらあれ前は何のお店だったのかな、豚汁屋さんがありましてね。でなんかちょっと生きった感じの豚汁屋だったんですけども、いいかと思って入って食べたんですけど、味は取り立ててうまいって感じじゃなかったんですけど、普通の豚汁とアジフライの定食を食べたんですが、あれだったら本当カツヤの豚汁の方が全然うまいなと思って、カツヤとかあと松の屋の豚汁ね、松の屋豚汁あったっけ、カツヤだったかな、あっちの方が全然うまいわと思って、ちょっとね結構生きってんすよ。何が生きってるかっつったら、スプーン、さじと言ったらいいのかな、木のスプーンあるじゃないですか。木のスプーンを気取った木のスプーンなんか出してきやがってと思ってね。そうじゃなくてよく味噌ラーメンについてる木のレンゲみたいなのあるじゃん。持つとこが竹で、楕円形の横に広い楕円形の木のレンゲ、あれだったらいいんですけど、細長い木のスプーンなんか生きってんじゃないですか。あれ僕嫌いなんですよ。スプーンが嫌いなんですよ。嫌いっていうか、あれでよくね卵丼とかさ食べるようなね、朱に塗った木のスプーンあるじゃない。そこは朱に塗ってはなかったんですけど、あれが嫌いなんですよ僕。なんか生きってるっしょ。だから味もそれでちょっとげんなりしちゃってね、生きってやがるなと思って食べたんですけど、あと生卵がサービスでつけますよっつって、いりますかって言ったから、じゃあつくんだったらもらおうかなって、はいっつったら、出てきた時に生卵がついてなくてね、それをこう言うもんか言わないもんかと悩んだせ、黙っておったんですけど、それもなんかこうそのさ、なんていうの、こう逆サービスというか、あれもちょっとカチンときてね、味に反映されましたよ。もう二度と行きませんわ、あそこは。下北の豚汁屋、皆さんにも僕はおすすめしません。本当にあんな生きった感じ、豚汁言うてベーコンみたいなね長いバラ肉をこう味噌汁の中に入れてるんですけど、具材もあれね一緒に似てない感じなんですよね。なんか
切った感じで後でちょんちょんと乗っけて合わせましたみたいな感じで、あれほんといけすかんかったな、すべてがいけすかんかった。もう二度と行きませんからってそんなことをしておりましたと、あとはあれですよね、早くドラマの話をしろっていう感じですが、あとあれ、夜中にアップルの発表があるっつってね、こう2時ぐらいから、いやー、新しい MacBook Pro が発表されまして、M1 Pro と M1 Max のね、安いのね、25万ぐらいから、上はね、もりもりにしたら7、80万いっちゃうんですけど、もうちょいいくのかな。ハードディスクとか SSD をね、最大まで積んだらいくんですけど、まあそこまでいらないんで、まあ30、40万ぐらい用意して、あれ欲しいなと思って指を加えてみておりましたが、あれですよ、いきますよ。見ましたですわ。アバランチね。始まりましたというか、全然、ノータッチというか、全然気にしてなかった。こんなドラマが始まるなんて。ね、前に、こう、秋ドラマで何が面白いかをね、こうチェックしたときに、漏れていたというか、まあ、始まるのも、これもね、やっと始まったかって感じなんですけども、誰ですか、綾野剛さんが出てる、それから、高橋メアリージュンさん、それから田中洋次さんに、千葉雄大さんから誰ですか、木村佳乃さんですかが出ている、なんて逆オーシャンズイレブン的な、まあ元警視庁じゃないな、警視庁の左遷組がね、それから福士蒼汰さんね、いきなり左遷組で入ってきて、そこで巻き込まれるこのなんていう施設、なんだろう、探偵事務所でもないしみたいなね、まあアバランチという警察に代わって不正をこう正す組織がありまして、これがね、またね、本当逆オーシャンズイレブンというのは本当にそれぞれね、腕を持った人が11もいませんけども、ね、その半分もいません、4、5人が集まってやってるんですけども、この千葉雄大さんのハッカーぶりとかね、高橋メアリー・ジュンさんの、元自衛隊の特殊部隊だというね、なんていうんですか、その動きの凄さであるとか、それから綾野剛さんはこれなんですかね、もうやたら強いんですよ。喧嘩っ早くというかね、こう怖い感じではあるんですけども、これを見た時にね綾野剛さんのこの怖さ、喧嘩っ早さというか強いね、腕力的に強い怖さと、それから昨日も話してた国村淳さんの怖さ、どっちが怖いんだろうと思いながら見てましたけども、いや僕はね、殴られる痛みよりも本当に国村淳さんの方が怖いなと思ってますけど、まあ、そんな感じの怖い役どころで出てくるんですが、これ本当に面白いね、ドラマですよ。すごいドラマというかね。で、まあ都市開発のねがこうなんか不正があるというか、誘拐されちゃった人がいて、それを助けるみたいな1話だったんですけど、これきっとね、なんですか、大きいところと戦う裏組織というかね、みたいな感じの話なんですが、内閣官房副長官役で渡部篤郎さんが出てるんですけど、これ何でしたっけ、金融屋の CM 出てるじゃないですか。プロミスだったかな、アコムだかに出てるでしょ。で、なんかその感じも強いし、それからね、板尾さんが何役だったかな、板尾さんが出てくるんですけど、総理役じゃないやで、出てくるんですけど、無所ボケで
あれやってるでしょ、監視役で出てくるでしょ。だから全く180度違ったね感じで出てくる、いいやつバージョンと悪いやつバージョンみたいな感じでね、こっちは悪いやつバージョンで出てくるんですよ。なんか同時期にね、そうやってなかなかあんまりないですよね、ドラマ他のドラマに出るってことも。なんでちょっとこれ吉本やらかしようなと思いながらも見ております。これはアバランチ本当にすごい武闘派な感じの綾野剛さんがまあ本当に恐ろしくてというか、あんなやつには絡まれたくないやつの話しかしてないな気がしませんですがね。いや始まっておりますんで、ぜひね TVer なりで、チェックしていただければ、これは本当にどんな大きいところと戦っていくんだろうという感じがワクワクしますし、冒頭のね爆発シーンが語られていないんで、これが結局最終回はこれを解決するみたいなところに向かっていくんじゃないかなと思いながら楽しみに見ていきたいと思っておりますね。アバランチ、富士のこれは 10時でしたっけ、月曜夜10時始まりましたんで、楽しみに見ていきたいなと思っております。コントアバランチアバランチのマークかっこいいよね。ひっくり返した A で逆三角形のね、いいんじゃないですかね。で最初のね本当の冒頭の情報提供者って言ってるのがきっと最終回なんだかんだあれが暴かれるんだろうなと思いながら見ております。そんな感じで、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。